りだよね。私も私もびっくりしてます。昨日から別居し始めました。本当にびっくり。もちろん何があったかっていうのは言えないから、私の気持ちだけ話すんですけど、もう辛い本当に辛い。人生で一番辛い、今が。もうまずは普通に自分が辛くて、でそして何より子供たちを見てるのが辛いです。今まで動画をたくさん見てくれた方なら分かってくれている通り、すごいいいパパで、子供たちももちろん大好きなので、家事もたくさんやってくれて、一緒に子育てするパートナーとしては本当に最高なんですけど、大好きなパパと別れて暮らすことになって、別れて暮らさなきゃいけない子供たちを見てて、本当にかわいそうすぎて、昨日子供たちも全員集めて、私とパパがいるところで、パパが出ていくことになりましたって話をしたんですけど、私から話したんですけど、子供たちの分かる言葉で、どういう理由でパパがこの家からいなくなるかっていうのは、具体的にはもちろんまだ難しくてわからないことばっかりだから言わなかったんですけど、子供たちの分かる言葉で、そのまま伝えたら、最初にこれから悲しい話をするから聞いてねっていう風に切り出したから、最初からは悟ってるみたいな感じで、うんって何とも言えない顔で一生懸命話を聞いて、相槌打ちながら話聞いてくれて、春馬は話を聞きながら、もう途中からずっと泣くのを我慢してる顔してて、で2人とももう大泣きしちゃったんですけど、一応ね、もう辛すぎるから、悲しすぎるから映像はやっぱり残せないけど、一応ね、念のためというか音声だけ録音してたんですよ。でそれを辛すぎて一生聞けないだろうなと思ってたんですけど、早速今日聞いて今日聞いてみたら、2人とも私が泣いちゃったタイミングで一緒にって泣いてましたね。その話してる時はそれには気づかなかったっていうか、もうそれどころではなかったんですけど、後々聞いてみたらそのタイミングで
でもちょっと全部は聞けなかったんですけど、その泣き出すところまで聞いて、でって2人っていうか私も含めて3人が泣き出した時に「ママ」って泣きながらこうギューってしに来てくれて、なんか本当に辛かったです。今も辛い、本当に。もうなんていうか率直に同情してほしい私たちにもうなんかどれぐらい辛いかって言ったら、なんか涙出ちゃう時、泣いちゃう時に痛くなる喉の部分あるじゃないですか、この辺ここはなんかもうなんか常に痛くて、常に痛い、常になんか泣いちゃう。あとなんか頻尿の大きい方バージョン、なんか持久走大会の前とか大事な発表会の前とかすごい頻繁になりませんか、大きい方がなんかずっとそれでなんか緊張してる感じ、こうずっとなんか嫌な気持ちがここら辺にずっとある感じで頻運なんです子供たちも辛いだろうな。まあでそのママってこっちに来てくれた時になんか1人目生まれてから今までなんか何よりも子供優先で頑張って真面目に育児をやってきてよかったなって思いました。いなくなるのはパパなんだけど、ママの方に最初に来てくれたっていう。もちろんその後パパの方に行ってずーっとギューってしたまま泣いてましたけど、あやとも春馬も特に春馬もずーっとパパパパって言ってもうずーっと抱きついて泣いてた。でかなたはその話の間ずっと釣りのおもちゃで遊んでましたかなたってさ、もう日本語だいぶ喋れるんですけど、こういう話の内容は全く分かってないんだなってその時初めて分かりましたね。思ったよりも日本語は分かるけど、そのちゃんとした意味はまだ分かんない年齢なんだな、2歳って。だからかなたは昨日の夕方にパパが出て行って、それで今日丸一日過ごしたんですけど、かなたは唯一様子が変わらない。まあ秋葉もですけど、でパパの名前もかなたからは一切出てこないもう多分いないっていうことに気づいてないかもしれない。なんか丸1日とか2日とかいないことは何回もあったから、いつ気づくんだろう。で昨日パパが出て行った後、そう出ていく時にもうその予定はなかったんですけど、ちょっと辛すぎて私がパパとバイバイする時にもう絶対また大泣きするし、もうそれ私が見てるのも耐えられないと思って、もう急遽私のお父さんとお母さんを家に呼んで、もうすぐに楽しく遊んでもらえて
気を紛らわすことができるようにしといたんですけど、そしたらなんかバイバイする瞬間は誰も泣かずに、結構普通にバイバイってして、でその後うちのお父さんとお母さんといつも通りめちゃくちゃ楽しく遊んでました意外とね。でも昨日寝る前になんか綾人がパパが来るまであと何日って聞いてきたり、18ぐらい、あと何回、18回寝るぐらいって聞いてきて、18とか19ぐらいじゃまだ会えないかなって言ったら、春馬がじゃあ 23? って聞いてきて、もう辛いですね。で昨日私のお父さんは帰ったんですけど、お母さん泊まってくれて、で今日一日ずっと遊んでくれて、もうなんか綾人と春馬はほとんどいつも通りで、パパのことを言ったりもしなかったんですけど、私には。私のお母さんと綾人と春馬の3人で、かなたが昼寝してる時に公園行ってくれたんですけど、その時にお母さんが綾人と春馬が遊んでる様子を動画とか写真を撮ってたら、綾人が「それパパに送っといて」って言ったんですって。あと前から何回も言ってるんですけど、パパの実家って福井だから、福井の恐竜博物館行ったかなって言ったんですって、私のお母さんに。であと私のお父さんが昨日パパが出て行った後に綾人に「パパなんで帰ったの?」って聞いてみたんですって。そしたら「これは悲しい話だから言えないの」って言ったみたいです。でも私にはね、今日はパパのことは綾人と春馬の方からは多分一回も何にも言わなかったんじゃないかな。でも私のお母さんにいっぱいもう遊んでもらって、夜寝る時に私のお父さんが仕事終わってからまた来てくれたんですけど、それで寝る時に、今までは寝る時の決まりっていうか、その決まったパターンがあって、綾人と春馬とかなたに「今日どこで誰と寝る?」って聞いて、綾人はだいたい3階のベッドの部屋で寝たいんですよ。でプラスママとパパは交互に寝たいんですよね。だから綾人はいつも「昨日誰と寝た?」って聞いて、昨日がパパだったら「じゃあ今日はママ」って言ったりするんですけど、春馬はみんなでしたっていうことが多くて、したっていうのはこの今いるリビングに布団を敷いて寝るっていうことなんですけど、春馬みんなで寝るのが好きで、綾人はベッドの部屋で寝るのが好きで、で私が綾人とベッドの部屋で寝るときは春馬とかなたもついてくるんですけど、ママとがいいって言って、パパと綾人がベッドの部屋で寝る日はだいたいパパと2人で寝てたんですよ。でもう寝るとき私しかいないからどこで寝るかは選べなくなっちゃったんですけど、今日は私のお母さんとお父さんが泊まってくれて、お父さんがベッドの部屋で寝て、お母さんがまた違う1階の別の部屋で寝るから、今日はどこで寝るって聞いて、
上とここと下と3個の中から選べるよって言ったら、隼人も春馬も何にも言わないから、私がまずは隼人にもうパパいなくてじいじとばあばが来てない時はみんなでここで寝るしかない、みんなでリビングで一緒に寝るしかないから、隼人は3階寝るが好きだから3階のベッドの部屋で、だから今日じいじが3階で寝てくれるから3階がおすすめって言ったら、じゃあじいじと上で寝るって言って、春馬はどうするって聞いて、1階でばあばか2階でママか3階でじいじが誰と一緒にどこで寝るって聞いたら、いつもはみんなで下で寝るって言うし、なんか言うんですけど今日は何にも言わなくて、何回聞いてもパパはいないなって考えてたのかなって思います。で、私これからどうなるかわからないんですけど、とりあえず一人の力で4人の子供たちを育てながら働くことになるんですよね。それって正直十分なお金を稼ぐことめちゃくちゃ難しいです。だからもうなんていうか手段を選ばずというかなりふり構わずというか、頑張って働いてお金を稼ごうと思って、私の今の仕事は YouTube の動画を更新したり SNS を更新したり、たまに PR の投稿を作ったりして、あとノートの記事を読んでもらったりしてっていうのが収入源なので、今日のこの動画も今までの私の感覚だったらこう別居することになりましたとか、なんかそういう感じにタイトルとかサムネとかしてたと思うけど、もうなんかなんていうかな、ちょっと勘違いさせることによって少しでも多くクリックしてもらうサムネみたいな、今まではそういうのは一回もやったことないんですけど、もうそういうのもやりたくないとはもう言えないっていうか、背に腹は変えられないって人生で初めて言ったかもしれないけど背に腹は変えられないので、こういう感じにしてすいません。で、パパが出て行っちゃったっていうのをそういうタイトルにしているんですけど、このパパは子供たちとか家のことを急にこう放り出して出て行ったわけではないです。どれくらい今辛いか多分これを言ったら分かってもらえる。本当に急に決まったことで、この別居が今日が1日目、昨日が0日目って感じで、一昨日決まったことで本当にその展開が急すぎたんですけど、その一昨日からの3日間で多分私3キロぐらい痩せちゃったんですよ。多分ね、ずっとダイエットのインスタのアカウントがあるんですけど、それを見てくれている方だったら分かると思うんですけど、ダイエットするって言って、ダイエットって
ってでも世界一嫌いな言葉なんですけど、腰痛を発症してしまって仕方なくダイエット始めたんですけどね、そのアカウントを見てもらってる方は分かると思うんですけど、最初73キロだったんですよ。やばいでしょ73キロで、70キロ69キロよくて68キロぐらいのところを最近はそのところにいたんですね。それがね、さっき測ったら65キロだったの。そんなのね、もう何年かぶりなんですよ。食べる気にならないの、この私が。太るために生まれてきたって思ってた私が天然でファスティングしちゃってるんだもん。別居始まったのにちょっと可愛くなっちゃって3キロしちゃって、そのぐらい辛いです。だからこれを見た知り合いの人たちとかLINE を知ってる人たちとか、もういっぱい連絡をしてほしいですいっぱい連絡返して気を紛らわしたいって感じ。あとインスタの DM とかもいっぱい欲しいですもう読みたい。もう率直に慰めてほしい。もうストレートに同情してほしい本当に辛すぎて。で、私って可愛い子供たちの様子を YouTube をはじめとした SNS で発信してたんですけど、そのストックがまだまだたくさんあるんです。それは普段から出す出さないにかかわらず撮りたいから、動画や写真を、可愛い子供たちの。だからいっぱいあって、パパが写ってる動画とかまだまだ出したい可愛い動画がいっぱいあるんですけど、それはせっかくだから出したくて、ただそのパパが写ってる動画を投稿した時にこの時はまだいたんだみたいな絶対思うと思うけど、なるべくコメントしないでほしい絶対に思うと思うけど、普通に悲しいからです。あと言うまでもないですが、何があったのかっていうことを憶測でいろいろ書いたりする人を見つけたら、社会的に消しに行きますそれは嘘だけどこちらから発信してないことをこれかなって言わないでください。だから仕事を頑張ろうと思うので、これまで PR しませんかって連絡来て断ったものも、PR したりしなきゃいけないかなって思いつつ、まだそこまで踏ん切りがつかず、その今までやってきた自分の感覚から外れるものはやっぱり紹介したりしたくないなってまだちょっと思っちゃってるところもあって、でももう4人の子供たちって本当にお金かかるので、このパパがいなくなったからって4人の生活を極力ではなくて絶対変えたくないって思ってるから、魂を売ったように見えることがあるかもしれないけど、魂は売ります魂は売ることにします。よろしくお願いします。もう慰めてほしい、応援してほしいです。正直に、もう素直にみんな連絡ください。
離婚したわけじゃないから本当に近い親族にしか報告してないので、この動画で知ることになった知り合いの人たちはごめんなさい連絡ください。